ぶろうと葦の畑。まんまるお月様が昇った明るい夜のことです。柴犬のしぶろうが自分の家で寝ていると、ぷんと羽音が聞こえました。ママさん、また窓を閉め忘れたな。としぶろうは思いました。尖った耳をピクリッと動かし、その方に傾けてみると、やはりプンと聞こえます。今度は少しだけ顔を向けてそちらの方を見てみました。すると窓から差し込む月の光にキラリッと光る美しい虫が暗い部屋を飛んでいます。おり、知ってるぜ。あいつカメムシってんだ。まどろみながらしぶろうは思いました。前にも入ってきたことがあり、島の花の調子がおかしくなったことを思い出したしぶろうは、やや怯えながら、くんと鼻を利かせてみましたが、あの匂いはしません。気がつくと美しい虫はしぶろうのお家に近づき、そこにあった容器の水を飲んでいました。背中を向けているので、こちらの様子には気づいていません。しぶろうは自分より小さな虫でも怖くなりましたが、怖くないふりをして話しかけました。檻の水だぜ。美しい虫は振り返り、少し驚いたような顔をしましたが、ごめんね。長く飛んでいたら喉が渇いたのさ。と言いました。しぶろうはまだちょっとだけ怖がっていましたが、強がってこう言いました。俺も長く歩いたら喉が渇くから気持ちはわかる。何でもいいぜ。美しい虫はありがとうと言ってお水をごくごく飲みました。しぶろうは思い切って聞いてみました。名前はなんて言うんだ？美しい虫は
6本ある足の2本を使い、口を拭いてから言いました。名前なんてないよ。しぶろうは驚きました。パパさんやママさんに名前をつけてもらわなかったのかい？気がついたら一匹で飛んでいたからね。そう言って美しい虫はそこから月の光を見上げました。しぶろうはなんとなくかわいそうに思いました。じゃあ、名前はキラリ、キラリだ。美しい虫は目をキラリとさせて、キラリか、かっこいいなぁと言いました。気に入ってくれてよかったぜ。としぶろうは心の底から思いました。自分のお家でまた眠ろうとしたとき、キラリが静かに近づいてきました。しぶろうくんって言うんだね。どうして名前がわかったのかなとしぶろうは少しだけ目を開けましたが、入り口にある札を見たのかとすぐに目を閉じました。もう眠たかったからです。素敵な名前と美味しいお水をくれたお礼に、僕のお気に入りの場所教えてあげる。キラリが目をキラキラさせてそう言うと、しぶろうは目をパチリと開けて顔を向けました。お気に入りの場所？足の畑。今日みたいな夜は僕みたいにキラキラして綺麗だよ。足の畑。しぶろうは地面からたくさん生えている足を想像して体がカクカクしました。でも暗かったので、キラリはしぶろうの様子に気づかずに続けました。僕だけじゃないよ。たくさんの動物もやってくる。そこに川があるだろう。上流の方に進むとキラキラした畑が見えるんだ。そんな怖い場所にどうして行くんだろう。しぶろうはガタガタ震えながら思いました。しかし生まれつき短い
自分の足を見て、そうか、と目をキラリッとさせました。そこに行ったら足を持ち帰れるのか？そういったしぶろうに、キラリはたくさんあるから持ち帰れるよ、と言いました。じゃあね、と言って、キラリがブンと去った後も、しぶろうは足の畑のことを考えていました。キリンの足、ゾウの足、カピバラの足、きっと犬の足もあるはずだ。そんなことを考えていると、いつの間にか朝になっていました。しぶろう、おはよう、と言ってくるパパはいつも通りぼんやりしています。ママは窓が開いていたことすら気づいていません。しぶろうはしめしめと思いました。おはよう、しぶろう。いつも通り目をキラキラさせて挨拶してくる兄弟に、しぶろうはおはようと言いました。そのキラキラした顔を見て、スーちゃんはいい夢見たのかなと思いました。なあ、スー兄やん。しぶろうはやや声を抑えて、早速話をしました。昨日の夜、不思議なことがあったんだ。キラキラした虫が窓から入ってきた。俺は怖くなかったし、水を飲ませてやった。キラリって名前もつけてやったんだぜ。そしたら足の畑のことを教えてくれた。足の畑？スーちゃんは太い眉を曲げました。しぶろうは得意げな顔になって言いました。動物たちがたくさん来る畑らしい。きっと俺みたいに普通の足がない動物なんだと思う。俺、そこに行って足をもらってくる。スーちゃんはしぶろうの短い足を見ました。その足、気に入ってるって言ってなかった？そんなの強がりだぜ。と、しぶろうも自分の足を見ました。尖った耳は少しだけ
垂れています。俺、足が短いせいで、今までいろんなやつにバカにされてきた。犬仲間にはこそこそ言うやつもいるし、あのバグは未だに豆柴ですかって聞いてくるんだぜ。どうしたの、しぶろう。やってきたのはパパでした。すーちゃんには言葉で伝わっていても、他の家族にはぐるぐるぐると聞こえていたのです。しぶろうは体を丸めておとなしい犬のふりをしました。パパが首をかしげて去っていくと、しぶろうはすーちゃんの方を見て小声で言いました。今夜、早速行ってみようかと思う。ママさんが窓を閉め忘れてるし、月の光がまだ明るいだろうし。すーちゃんは太い眉を曲げたまま言いました。心配だよ、しぶろう。夜の外なんて何があるかわからないよ。俺、全然怖くないぜ。しぶろうはいつもより舌を長く垂らし、はははと笑ってみせました。そして、風呂敷を持って行って、スーニーヤンの足も持って帰ってきてやるぜ。と、目をさらにキラキラさせて言いました。なぜなら、すーちゃんが喜ぶと思ったからです。ところが、すーちゃんは、僕、いらないよ、と言いました。しぶろうは驚きました。どうしてすーちゃんが断るのかわかりませんでした。足を取り替えたら、スーニーヤンもバギーに乗らなくていいんだぜ。階段も降りれるし、亀石だって渡れるぜ。今のままでいいです。と、すーちゃんは言いました。なんで？と、しぶろうは心の底から思いました。そんなしぶろうの顔を見て、すーちゃんは言いました。僕は今のままの僕が好き。今のままのしぶろうが好き。しぶろうはなんだか恥ずかしくなりました。そんなの強がりたい。ぐるぐるぐる。と言って背中を向けてしまいました。目が覚めると窓の外は
すでに薄暗くなっていました。たくさん寝ちゃったぜ。と、しぶろうはお水をごくごく飲みました。夕方の散歩が終わると、すーちゃんはまたしてもしぶろうを気にかけました。本当に行くの？やめなよ、しぶろう。と必死にしぶろうを説得しました。スーニーヤンは弱虫だぜ。としぶろうは余裕たっぷりに手足を舐めました。夜になるにつれ、しぶろうの決意は固くなり、夕飯を食べると、体を丸めて眠ったふりをしました。すーちゃんは説得するのを諦めて、寝る時間になると、しぶろうの方を向きました。いつも通り、おやすみ、と言おうとしましたが、しぶろうの一番大切なものは何？と聞きました。足に決まってるだろう、カルクルクル。と言いかけましたが、しぶろうは引き続き寝たふりをしました。すーちゃんはため息をついて、おやすみ、と言いました。パパに抱っこされ、布団に向かうすーちゃんの方をしぶろうはちらりと向きました。いつも抱っこしてもらっている彼を見て、スーニーヤンは赤ちゃんだ、と思いました。俺は弱虫なんかじゃない。一人で旅に出れるんだぜ。と湿った花をペロリと舐めました。暗かった部屋がやがて月の光で満ちると、しぶろうはむくりと起き上がりました。腕を伸ばし、足を伸ばし、ブルブルブルンと体を揺らしました。それは散歩前の柔軟体操と準備運動でした。お水を飲むと、よしと顔を上げ、風呂敷を首にかけてから窓に近づきました。窓の隙間からは大好きな外の匂いがして、しぶろうはやや興奮気味にジャンプしました。窓は少しだけ高かったので、短い後ろ足を伸ばせば前足が届きました。隙間に鼻先を入れ、そっと窓を開けると、
さっと外に出ました。その時、カシャリッと中で音がしました。しぶろうは慌てて中を覗くと、窓際にあった植木鉢の葉っぱが倒れていました。どうやら尻尾が当たってしまったようです。しかし誰もやってくる気配はなく、どこからともなくいびきが聞こえました。あれはパパさんだ。としぶろうはほっとしました。くるりっと背中を向け、しぶろうはいつもの散歩道を歩き出しました。道の先にはほぼ丸い月が浮かんでいました。アリが落ちる前に帰らないと、しぶろうはやや早く歩きながら思いました。いつもの歩き慣れた道はしんとしていて、まるで初めて歩く道のようでした。電信柱はいつもより高く、先は尖って見えました。道沿いに並んだ家に明かりはついておらず、まるで誰も住んでいないようです。俺、知ってるぜ。この先は犬仲間の家だ。あいつはパパさんが持ってるおやつを気にするけど、俺の足なんか気にしたことない。あいつはいいやつだ。などと、なるべく他のことを考えて、しぶろうは歩きました。こんばんは。突然かけられたその声に、しぶろうはピクリッと飛び上がりました。キョロキョロあたりを見回してみましたが、犬の気配も人の気配もありません。月の光に照らされたしぶろうがブルブル震えているのが見えて、木製の椅子はうふふと笑いました。怖がることはないわ。私はただの椅子。しぶろうがごわごわ近づ
せて置いてありました。君の名前は？名前？そうね。他の家具にはミス・イスって呼ばれていたわ。ミス・イス？彼女は月の光に輝く上品な椅子でしたが、どことなく形が変です。気がついた？とミス・イスは言いました。そして横たわったまま後ろの家を見上げました。長い間このお宅でお世話になっていたけれど、とうとう足が折れてしまったの。もう使い物にならないから外に出されたのよ。捨てられるのか？しぶろうはひどく怯えた声で聞きました。ミス・イスは安心させるように笑いかけました。いいえ、明日リサイクルショップの人が引き取りに来るわ。そういったミス・イスの取れた足を見ながら、しぶろうはキラリと考えがひらめきました。俺はこれから足の畑に行く。いろんな足が生えてるらしいから、椅子の足もあるはずだ。まあ、そんな畑があるの？ミス・イスは楽しそうに言いました。絶対見つけて、明日までには持ってきてやる。しぶろうの言葉にミス・イスはクスクス笑いました。そんな畑があるとは思えませんでしたが、嬉しかったからです。ありがとう。じゃあ、ここで待っているわね。ああ。と言って、しぶろうは先を急ぎました。大きな風呂敷を持ってきて、よかったぜ。と、心の底から思いました。いつの間にか犬仲間の家を通り過ぎ、いつもの川にやってきました。真っ暗な川は初めてでしたが、匂いはいつも通りだったので、しぶろうは安心しました。ここまで来ればへっちゃらだ。川の上の方だったな。そう言って
川岸を歩き出すしぶろうの足取りはいつものお散歩よりも弾んでいます。これから俺の足は長くなる。あの犬よりも長くなる。こそこそなんて言わせないぞ。斜めから差す月の光に照らされ、しぶろうはスポットライトを浴びた気持ちで歩いていましたが、困ったなぁ。ふと声が聞こえてきて、ピクリッと耳を動かし、ピタリッと足を止めました。川岸の砂地にはしぶろうの顔よりも大きな茶色い生き物がいました。見るのは初めてで、しぶろうが近づくのをためらっていると、君は？と茶色い生き物が声をかけてきました。しぶろうは怖くないふりをして強がって言いました。俺は柴犬のしぶろう。茶色い生き物はおじさんのように穏やかな顔でしぶろうを見ると穏やかに話し始めました。わしはオオサンショウオさ。仲間はわしをオオさんって呼ぶよ。王さん、何を困ってたの？しぶろうが聞くと、と王さんは困った顔をしました。実はね、お腹がペコペコなんだ。見ての通り、4本の足があるけど、わしは歩くのが遅くて、昆虫にすぐ逃げられちゃう。できれば昆虫みたいに6本の足があればって思うよ。その言葉にしぶろうはまたしてもキラリッと考えが浮かびました。王さんにも足を持ってきてやる。2本とは言わず20本ぐらいな。そしたら足が速くなって何でも捕まえられるぜ。王さんはよくわかりませんでしたが、そうかいそうかい、それは嬉しいよ。と言ってまた昆虫探しを始めました。しぶろうは
走り出しました。少しでも早くみんなに足を届けたかったからです。川岸はいつもの砂地ではなく、ゴロゴロした石が転がっていました。さすがに足が痛くなってきて、体も疲れてきましたが、しぶろうが止まることはありませんでした。もう少ししたらキラキラした畑が見えてくると思い、一生懸命走りました。その走り方はしぶろうやないか。どこかで聞いたことがある声に、しぶろうは思わず立ち止まりました。すると横の草むらから4本足の動物がのそりのそりとやってきました。2本の前歯が目立つちょっぴりずる賢そうなその顔は、時々川で目にするヌートリアでした。ヌーベイ？なんでこんな時間にこんなところにいるんや？家から追い出されたのか？そんなわけないだろ。くるくるくる。と言っても、ヌーベイはニヤニヤしています。しぶろうはヌーベイが苦手でした。これまで短い足をよくからかわれていたからです。どこに行くんや？とヌーベイに聞かれ、教えないと先を急ごうとしましたが、しぶろうはまた足を止めました。ヌーベイにはいつもバカにされていたので、少し見返してやりたくなったのです。足がたくさん生えてる畑に行くんだぜ。しぶろうは得意げな顔で言いました。ヌーベイは、そんな畑あったっけ？と2本の前歯を突き出しました。しぶろうはさらに得意げになって言いました。キラリ、ああ、美しい虫が教えてくれた。俺、いろんな足を持ち帰って、いろんなやつの役に立ちたいんだ。そう言うと、しぶろうは4本の足を素早く動かし、あっという間に去っていきました。いろんな足を持ち帰って、いろんなやつの役に立つ？巣作りにでも
使うんだろうか。ヌーベは白いひげをひくひく動かし、こそこそ巣に戻っていきました。ゆったりだった川の流れがだんだんと速まり、川幅も狭くなってきた頃、ほぼ丸い月はしぶろうの頭上に浮いていました。すぐにキラキラが見えてくるだろうと思っていたしぶろうでしたが、いけどもそのような畑は現れません。とぼとぼ歩きながら、だんだん足が痛くなってきました。ゴツゴツした石の上を進んでいたせいでしたが、しぶろうはこの短い足のせいだと思いました。とうとう歩けなくなったしぶろうの目に一本の大きなクスノキが飛び込みました。ひょこひょこと足を引きずりながら近づき、ちょこんと根元に座りました。すぐ横には川へと続くきれいな小川が流れていて、目の前にはきれいな街の夜景が広がっていました。でも、しぶろうは顔を上げることができませんでした。どうかしたのかい？声をかけてきたのはクスノキでした。太くて立派な幹の皮はたくさんのシワのようで、そこには目と鼻と口がありました。口元の皮を動かして、クスノキは言いました。そんな悲しい顔をしないで言ってごらんなさい。顔はシワシワで、おじいさんなのかおばあさんなのか
しぶろうはわかりませんでしたが、その優しい声はおばあさんでした。クスノキのおばあちゃん、俺、ずっと足の畑を探してるんだけど、見つからないんだ。クスノキのおばあさんは目元のあたりの皮をピンと張り、不思議そうな顔をしました。足の畑ならあるだろう？どこ？しぶろうはキョロキョロあたりを見回しました。クスノキのおばあさんは優しい顔を前に向けました。お前の目の前に。しぶろうも前を向いてみましたが、そこはキラキラしていません。葉っぱがぼうぼうに生えてるだけだぜ。その葉っぱが足なのさ。足？そうさ。よしとも言うよ。よし。ここにはいろんな種類の足が生えているのさ。そう言ってクスノキのおばあさんは目尻の皮を下げました。しぶろうはポカンと口を開けて言いました。全然キラキラしてないぞ。ここまで上がってこれるかい？そういうクスノキのおばあさんの幹は緩やかな傾斜になっていたので、しぶろうはおばあさんの顔の位置まで登れました。すると、ぼうぼう生えていた葉っぱの穂先が月明かりに照らされ、キラキラ光って見えました。そうか。キラリは飛んでいるから上からこれを見たのか。そんなことを考え、ぼんやりと足の畑に見とれていましたが、しぶろうはふと我に返りました。俺、勘違いした。いろんな足が生えている畑に行って、犬の足を見つけたら、この短い足と取り替えようと思ったんだ。
ほう。と、クスノキのおばあさんは、口元のあたりの皮を伸ばしました。そして、しぶろうは、また、下を向きました。王さんの足と、ミスイスの足と、スーニーヤンの足を見つけたかったのに。悲しそうに耳を垂らしたしぶろうに、クスノキのおばあさんは言いました。しぶろう、一番大事な足を忘れているよ。なんだと、しぶろうは顔を上げました。クスノキのおばあさんは、そんなしぶろうの短い足を見ました。お前の足さ。その言葉に、しぶろうは、と舌を出して笑いました。あれ、忘れてたぜ。クスノキのおばあさんは、しぶろうの笑顔を見て言いました。お前は自分のためではなく、仲間のためにここまでやってきた。ご褒美にお前の足だけ普通の足に変えてやろう。クスノキのおばあさんは不思議な力を持ったすごいおばあさんでした。俺の足だけ？しぶろうは聞きました。そうさ、お前の足だけだ。クスノキのおばあさんは言いました。王さんやミスイスやスーニーヤンの足は？しぶろうはお願いするように言いましたが、お前だけだよ。と、クスノキのおばあさんは言いました。しぶろうは自分の足を見ました。左足の先っぽはなく、右足の先っぽはもっとありません。こんな足でよくここまで歩いてきたなぁと思いました。ここまでの長く暗い道を思い出しながら、短い足を見つめた後、
しぶろうは顔を上げました。俺だけならいらないぜ。どうしてだい？と、クスノキのおばあさんは言いましたが、あまり驚いた顔はしませんでした。しぶろうは言いました。俺だけ嬉しくても何にも嬉しくないぜ。みんなが嬉しくなるから。あれまあ、嬉しいぜ。と、クスノキのおばあさんは、たくさん茂った葉っぱを、ゆさゆさと揺らしました。目元にあった皮は優しそうに下がっていましたが、気がつけばただの幹になっていました。葉っぱがぼうぼうと生えているだけだった畑は、美しい黄金の畑に見えて、しぶろうは目がキラキラしました。いつの間にか足の痛みはなくなっていて、しぶろうはクスノキのおばあちゃんのおかげだと思いました。ありがとう。と言って、しぶろうはまた歩き出しました。帰り道にヌーベイはいませんでしたが、王さんやミス・イスはしぶろうを待っていました。しぶろうは足と足を勘違いしていたことを恥ずかしくて言えませんでしたが、足は手に入らなかったことを謝りました。怒られるかもしれない。と、しぶろうはヒヤヒヤしていましたが、王さんにもミス・イスにもにっこり笑顔でお礼を言われました。しぶろうは心の底からよかったぜと思いました。家へと向かういつもの散歩道を歩きながら、しぶろうの足はいつも以上に
弾んでいました。夜中歩いていましたが、ちっとも疲れていませんでした。ほぼ丸い月はいつの間にか消えていて、代わりにお日様が顔を出していました。次は怒られて当然だぜ。と、しぶろうは思いました。家に近づいたとき、中から家族が出てきました。バギーに乗ったスーちゃんまでいます。しぶろうを見つけるなり、家族は駆け寄っていきました。しぶろう、どこに行っていたの？パパとママが早口で言いました。いつもののんびり家族ではありません。そこから開いたままの窓が見えましたが、植木鉢は倒れたままでした。それくらい心配して、これからみんなで探そうとしてくれたことが、しぶろうにもわかりました。家族はほっとした様子で家に入ると、パパは顔を洗いに、ママは植木鉢の後片付けを始めました。上のお兄ちゃんは学校に行った後でしたが、ずっとしぶろうを心配していたとパパとママが話しています。しぶろうが自分の家の中で耳を垂らして反省していると、しぶろう、おはよう。もう一人の兄弟がいつもの調子で言いました。俺、あんなこと言ったのに。と、しぶろうは昨日の夜のことを気にかけました。スーちゃんはしぶろうが無事に帰ってきたことが嬉しそうです。でも、しぶろうの近くにある風呂敷がぺったんこであることがわかると、太い眉を残念そうに曲げました。しぶろうの新しい足は見つからなかったの？その言葉にしぶろうはにっこり笑顔になりました。見つからなかった。でも、一番大切なものは足じゃなかった。家族だぜ。その言葉にスーちゃんもにっこり笑顔になりました。
う。